新シリーズ始めます。世界のドローカル旅、ドローカルな場所を巡る企画ですね。今シンガポール住んでるんで、シンガポールから始めます。もともとはね、そういうの好きだったんですよ。そのローカルな場所とか、あとは、旅先で出会った人とかと触れ合ったりするのが好きだったんですけど、なんか年取って旅に慣れてきて、徐々にそういうのを避けるようになったんですよね。なんでちょっと再開してみようかなっていう動画としても面白いし、はい、でコンセプトとしてはあんまり編集しないです。あえて編集しない、そのありのままのリアルを伝えていきたいなと思います。で今日はね、シンガポールの居住地区っていうのかな、レゼデンシャルなエリア、今ねセンカンっていう、シンガポールの右上あたりにあるエリア、ここの LRT っていうのがあるんですよ。で LRT って何かというとモノレールで、そのモノレールは、ローカルなエリアにしか止まらない、観光地一切ない、家があるだけ、住宅地ですね。ラングンっていう適当な駅におりました。でさっきねモノレール乗って映像をお見せしたと思うんですけど、やっぱりね観光客が行くような場所ではない。全然多分新しい、皆さんが見たことないシンガポールの映像だったと思います。左も右も前も全部 HDB で、 HDB って何かというと公共団地ですね。公共団地がもうずらっと並んでて、結構ね圧巻ですよ。全部家で、今ね適当に降りてちょっと家の様子とか、もちろん中は入れないと思うんですが、お見せしていきたいなと思います。で、将来的なもうこの新しい企画の、夢は登録者とか再生数とかもうめちゃくちゃ増えて、世界中のそのドローカルな場所を巡りたいですね。旧ソ連の国とか行きたいんですよね。この通りもうすぐ団地で、そこも団地で、グラブの人走ってますね。グラブっていうのは宅配です。ほら緑の人、宅配、シンガポールはね便利で料金も安いんで、みんなもうスマホでオーダーして、家まで届けてくれるって感じですね。家以外何もないって感じですね。はい、あれ見えるのはホーカーズっていうんですけど、だいたいその HCB の1階とかに入ってたりします。で向こう側だな、そこ行ってみようか。こんなところで YouTube 撮ってる人誰もいないんで、結構通行人に見られますね。結構ね好奇の目で好奇の目で見られる。で僕も何度も動画で言ってるんですけど、 HCB こういう住宅に住んでます。シンガポール国民しか基本は購入できない、もしくは永住権ゲットしたら確か購入できる。でシンガポールは持ち家率が9割で、その大多数が、こういう HCB に住みます。一部の富裕層はコンドミニアム、プールとかジムとか、あと守衛さんがついてたりする、高級マンションに住みますが、大半はこれで、料金的には3000万ぐらいかな。場所とか部屋の数にもよるけど3000万とか、高くて1億とかつきましたね。ホーカーズです。ハッピーハーカーズって書いてますね。24時間営業。猫ちゃん尻尾がないね。24時間営業で、地元民がよく利用します。で大体ねホーカーズは HCB の1階にあるんですが、ここの場合は上の階はあれですね、駐車場になってますね。でもその隣が HCB。 ちょっと見ていきましょうか。もう12時半ってこともあって、この辺で働いてる人とか地元民、学校ない地元民とか、料金もねすごく、日本人、はい、お元気喋れるの？なんで？微信吗？YouTube。
Yeah, send you to Japan. Where? Osaka. Wakarimaka. Eh? Wakarimaka. Wakarimaka. What's that? You earn a lot of money, no? Mo Karimaka. Why do you speak Japanese? Oh, I learned the Oh, cool. This is Nimots. Nimots, そう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 。Oh, amazing. Azul. 熱い熱い。No. It's very good. Wow. 食べるそれmakan. Makan. Yeah. Cool. Do you live around here? Do you live around here? Oh. You come here for what? I live here. So just walking around, showing the local side of Singapore. Yeah. ありがとう。Take care. 結構珍しいです。毎回あんなことはない。シンガポールって結構やっぱ発達してるから、日本、東京みたいになんだろう、興味はあるけど自分からガツガツ話すとかっていうのはあんまりしない。面白かったですね。日本語喋れるおっちゃん、珍しい、かなり珍しい。これも ACB の敷地内なんですけど、公園がだいたいどこの ACB にもあります。てか似たようなね、もう動画出してるんであんまりね詳しく説明してもあれですが、リンク貼ったりこの辺にポップアップ出しておきますので、興味ある方は見てみてください。だいぶ運動不足なんで。これ意外とこのふくらはぎのストレッチが効きますね。でシンガポールは肥満率がね高いんですよ。肥満率が高くて、政府も対策をしています。で具体的には、もちろんこういう ACB にはこういう筋トレできる公園があるのはもちろん、無料で受講できるコースを準備してたりします。例えばヨガとか、あとはズンバとかね、それを無料で受講できるようにしてあげたり。結構ね外食率が高いんですよね。3食外食っていう家庭が多いんで、どうしてもね自制できる人じゃないとカロリー過多になっちゃうっていうのがこの国の現状ですね。でこういう ACB ってもう見た目がすごく無機質で住みにくいのかなって思っちゃう人もいるかもしれませんが、意外とね住みやすいんですよ。さっきみたいな、ホーカーズがすぐ近くにあって、あとスーパーもね入ってたりとか、すごくね住みやすい、生活しやすい。あんまりね遠出しなくても生活基盤が揃ってる感じで、僕の今この右隣にも学校があります。あれですね、エレメンタリースクール、日本語でど忘れちゃったけど、小学校の1個前の幼稚園で、僕日本でね義務教育受けてないんで、たまに日本語おかしいけど、なんでね住みやすいですよ。僕ももうすぐ住んで1年で、あそこにもちょっと見えないと思うけど病院があったり、旅行者として来るときはこういうとこあんまりね入れないと思うんで、珍しい映像かもしれない。こうね、シンガポールっていうと、お金持ちの国っていうイメージがあると思うんですけど、意外とね庶民的なんですよ。庶民的てか大半は庶民的。結構メディアとかで偏った印象を持ってる人多いと思いますが、きらびやかな面もある反面、こういうローカルな場所もあったり、面白い国ですよ。今ね最寄りのね駅に向かってます。でこれもねもう一個ねちょっと撮影できるか分かんないけど、出稼ぎで働きに来ているインド系の人とかバングラデシュ系の人たちが昼寝してます。でどんな昼寝かというと結構面白いですよ。もう地べたにゴロンと寝てる感じ。日本だと考えられないですよね。この工事の、例えば工事のおっちゃんたちがマンションの工事をしてて、その下の共有部分で寝るっていうのはありえないでしょ。でもシンガポールはかなり緩い国なんで、別に周りも何とも思わないですね。むしろ結構低賃金で働いてるんで、いつもありがとうっていう感謝を持ってる人が多いシンガポールは。
もちろんそうじゃない人もいるけど、感謝してる人が多いですね。実際本当にすごい働き者で、月曜から、土曜まで働いて、休みは日曜だけみたいな、そういう人が多いですね。僕の友達にもバングラデシュ人の友達がいるんですけど、すごくハンブルっていうのはあんまりなんだろう、人間としていい人が多い。でもうすぐ駅かな。またグラブいましたねお昼時はかなりいます。さっき肥満の話出たんで言いたいんですけど、テクノロジーが発展すれば発展するだけ人間って怠惰になるのかなって思ってて、便利なんですけど、自分でなんだろう、歩いて飲食店に向かったりしなくなるじゃないですか。だから便利なんだけど、そのトレードオフとして肥満率が増えているのかもしれないなって思いますね。本当に便利。100円ちょっとで宅配頼めたりする時もあるんで、まあ分かんないけどねまあいろんなね要因あると思うんですが、ここもねかなりドローカルですね。で左に見えるのがコンド、はい、これで今度はプールとジムがついてて、守衛さんもいると。ただねぶっちゃけ、まあこれ日本人今度住んでる人多いんであんまり言いたくないですけど、まあコスパは悪いかなって思いますね。なんでかというとべらぼうに高い、 HDB の倍はするんじゃないかな、倍ぐらい料金がして、で守衛さんいるんですけど、そもそも必要なのかっていう、この安全な国で必要なのかっていう点と、あとまあプールとかジムとかも使ってない家庭の方が多いんじゃないかな。ちっちゃいんですよジムと、プールはでかいんですけどジムはちっちゃい。今度によりますけど大体なんか10畳とか20畳ぐらいじゃないかな、大きさ的には。で部屋もちっちゃいんですよ今度って。 HCB の部屋の方が大きい場合が多い。だからねコスパ悪いんじゃないかなと思ってるんだけど、まあお金持ちはねなんか見た目がいいからこっちの方が。見てください、これ立派ですよだいぶ。でこの動画ここまで見てる方にお願いなんですけど、もしこのシリーズが面白かったらちょっと応援お願いします。グッドボタン押していただいたり、あとチャンネル登録、あとコメントめちゃくちゃ嬉しいんでぜひお願いします。反応が多い動画の方が伸びるんで YouTube でももっといろんなローカル場所巡れると思うんで、ぜひ。まあ日本人の墓地とかあるんですよシンガポールに。日本人戦死した、兵士たちのそういう墓地とか巡ったりとか、ディープな場所行きたいですね。はい、着きましたね、ブアングコック。これは LRT ではなくちゃんとした駅です。だいぶ静かですね。あんまり人がいない感じ。まあ、飲み物屋台でモールもあるのかな。シンガポールの駅って基本、まあ、どこもそうだとは言わないけどモールがあるんですよ。モールが併設されてる。だからすごく便利。だいぶ静かですねここは。あんまり人がいない。そんなにね中心から遠くないと思うんでここいいですね。住みたいはい、これ駅なんですけど、駅出てまっすぐ行くともうすでにホーカーズ。アクセス最高ですね。本当シンガポールは人種がダイバースなんで、マレー系の人とかインド系の人とか中華系の人とかがいるんで、いろんな料理が食べれます。それが魅力の一つですね。でどれも基本的にはレベルが高い、美味しい。激安の服も売ってたり、これで12ドルだから1000円、ドレス1枚が1000円安いよ。多分マレー系かなこれは。で短パンも300円とか、意外とね安いんですよ。日本より貧富の差が激しいんで、そういう貧しい人のための価格帯のお店も多い。今ねスーパーマーケットあるんで入りましょうか。まあ、特徴としては産地がいろんなところから仕入れてる、輸入してる。ご存知の通りは本当に国土面積が小さいんで農業が盛んではない。だからいろんな国からフルーツとか食材を輸入してますね。まあ、オーストラリア、マレーシア、タイとか中国も多い。幸いその周辺国の物価が安いんで、例えばインドネシアの魚とか安いです。まあ安いって言っても日本と同じぐらいの料金かな。
日本のその国産の野菜とかも売ってますが、やっぱ輸入してる分高いですね。で、野菜はなんか中国が多い印象です。だからそういう中国の野菜とか食べたくないって人はちょっとお金多めに払って日系スーパー行ったりとか。はい、バーディーウォーターっていう麦の飲み物かな。日本では馴染みないですが、シンガポールでよく飲まれます。80セントだったんで60円ぐらい。ちょっととろみがある。まあそんな感じでシンガポールのローカルエリアに潜入してみました。まあ僕は似たようなエリアに住んでるんでそんなに新鮮味はないですが、多分シンガポールに旅行でしか来ない人はこんな感じなんだなっていうのが分かったのかなとは思います。次回以降も需要があれば、続けますので、コメントとかいいねとかしてくれれば参考になります。新しいこと始めたいんですよね。何事もマンネリ化してきちゃうんで、新しい企画をして、伸ばしていきたいですね、チャンネルをもっと。いつかね、世界中のローカルスポット巡りできたら嬉しいですね。あんまり日本人の YouTuber でそういうのやってる人いないと思うので、ありのままのローカル巡りがしたいですね。で、さっきみたいに地元の人とコミュニケーションを取れたり、それがねやっぱ旅なんですよね。それが一番楽しい。海外住んでて。ではこの辺でありがとうございました。